そうか。おはようございます。熊野古道紀伊路の旅、大阪を出発してから5日目になります。前回の終了地点の湯浅駅の方から今日は出発したいと思います。前回からちょっと日が経ってるんですけど、もう梅雨もすっかり明けて、暑くなってきました。熱中症にならないように注意しながら紀伊田辺まで歩いていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。平安後期、末法の世に不安を抱えた白河上皇らは熊野三山への参詣、熊野五行を繰り返しました。身分や性別を問わず誰でも受け入れる開かれた信仰の地熊野は現世の極楽浄土とされ、救いを求める多くの人々を引きつけました。熊野五行の公式ルートとして定着した紀伊路は、大阪八軒八浜から紀伊半島の西海岸を南下し、口熊野と言われた田辺へと向かう約190キロにも及ぶ長い道のりです。今回は前回の終了地点の湯浅から出発します。紀伊路最大の難所と言われる獅子ヶ瀬峠を越えた後は、日高川を渡り、ひたすら海岸沿いを歩きます。熊野古道随一の景観と言われた千里の浜を抜けると、紀伊路のゴール、紀伊田辺に到着します。途中、熊野九十九王子と呼ばれる神社を巡りながら、2泊3日で歩く予定です。はい、今日最初の王子はこちらですね。久米崎王子です。久米崎王子社、古い道標を見つけました。こちらは左不動弘法大師道と書かれてますね。はい、この辺りはみかん畑が広がってます。はい、高速の広川インターのすぐ横に王子跡がありました。はい、こちらですね。ちょっと奥の方なんで分かりづらいんですけど、津金王子跡というのが見えます。はい、そしてまた高速の下を抜けて国道42号線の方に向かいます。これは天井が低いな。一応通れるか。多分この熊野古道のためだけに作られたトンネルですね、これは。出てきました。あそこにコンビニがありますね。はい、現在地がここで五ノ瀬王子跡、馬止王子跡とで、こちらですね、
紀伊路最大の難所と言われている獅子ヶ瀬峠というのがあります。こちらが今日の一番大変なところですね。だから幕末慶応の頃の様子を残した絵ってことですね。天然の冷泉水が無料で提供されました。株式会社タストさんの敷地内にあります天然アルカリ健康水、水を入れました。確かにちょっと硫黄の匂いがしますね。温泉みたいな感じです。こちらが五の瀬王子跡です。ちょっと見落としてましたが、五の瀬王子にスタンプ所がありました。ちょっと行った後気づきましたが、こちらですね。五の瀬王子押印所。こちらが五の瀬王子のスタンプです。ちょっとドクロの絵が不気味です。こちらが馬止王子跡です。馬止王子跡は獅子ヶ瀬峠を越えたところにもあるので、こちらは東の馬止王子跡と言われているそうです。ここから最大の難所である獅子ヶ瀬峠まで、2.3 キロですね。樹林帯の中に入ってきました。道は舗装されているんですけど、結構急勾配ですね。でもちょっと木の中に入ると涼しいです。大峠の地蔵、縛られ地蔵とも言われていると。こちらですね。ここが峠でしょうか。こちらが獅子ヶ瀬峠です。現在地はここで、今日のゴールは、こちらですね。御坊駅の方。今日はここまで行く予定です。それでは獅子ヶ瀬峠を下っていきます。上りはずっと舗装された道だったんですけど、下りはあれですね、普通の山道ですね。こちらが小峠です。そしてここから石畳が始まってます。紀伊路で石畳は初かもしれないですね。結構綺麗にずっと続いてます。ここで石畳道は終わりのようです。現存する最長の石畳道ということで、全長503メートルと書いてあります。
木地の中で最長という意味なのか、熊野古道全体でということなのかちょっとわかんないんですけど、なんか孫瀬峠とかの方があれ2キロぐらいあったような気がするんで、そっちの方が長いのかなという気がしますが、どうでしょうか。獅子ヶ瀬峠の石畳道は一続きで現存する区間としては熊野古道の中で最長とされています。伊勢路の孫瀬峠のように全体の長さでは上回る石畳道もあります。何でしょうか、これは黒竹のキーホルダーが300円で売られてますね。黒竹の杖は無料です。ご自由にお持ち帰りください。これ無料らしいですね。すごい。はい、こちらが靴掛王子です。はい、こちら爪かき地蔵さんということで、藤代坂のところにもありましたけど、弘法大師が岩に爪で地蔵尊を刻んだということです。はい、こちらも馬止王子です。こっちは西の馬止王子ですね。ありました。内の旗王子跡です。はい、こちらが大家王子です。びっくりした。そして今日2つ目のスタンプ押印所がありました。はい、大家王子です。ここ自販機がたくさん並んでます。めっちゃいい。もうこの暑さ、ちょっと飲み物の減り方が尋常じゃないんで、何にしようかな。はい、今1時半ぐらいです。もう日が照って暑くてちょっと耐えれないですね。日傘がなかったら本当にとっくの昔に干上がってる感じです。はい、木地は特にこう街歩きが多いんで、こう遮るものがほとんどないんですよね。なので特に夏歩く場合は日傘は必須です。前回まではなかったんですけど、今回から導入して正解でした。はい、こちらが善道寺王子神社ということです。はい、善道寺王子跡です。はい、次の愛徳山王子というところに向かっています。ちょっと住宅地から一転してちょっとうっそうとした森の中に入ってきました。これか。これですね。愛徳山王子跡。はい。とにかくちょっと蜘蛛の巣がすごい。
できました。はい、安珍清姫の伝説で有名な道成寺にやってきました。はい、安珍清姫っていうのは中辺地でもよく出てきて、滝尻王子の近くに清姫の墓所があったりとか、この熊野古道に関わりが深いお話ですね。時は平安時代、熊野詣に訪れた若い僧安珍は紀伊の国の障子の屋敷で一夜の宿を借りました。その時、障子の娘清姫は安珍に心を寄せ、思いを打ち明けます。安珍は帰りにまた立ち寄ると約束して立ち去りましたが、再び訪れることはありませんでした。やがて裏切られたと知った清姫は安珍を追いかけます。恋が怨念に変わった彼女は蛇の姿となって日高川を渡り、ついに道成寺まで安珍を追い詰めました。安珍は寺の鐘に隠れますが、清姫は大蛇となり、鐘に巻きつき炎を吐いて鐘ごと焼き尽くしたと伝えられています。はい、立派なお寺です。安珍塚、安珍と釣り鐘を埋めたと伝わる。こちらは三重塔ですね。結構思ったより立派なお寺ですね。スタンプ押印所があるはずなんですが、どこでしょうか。ありました、ありました。これですね。はい、道成寺スタンプをしました。めちゃくちゃ暑いです。ペットボトル4本目。こちらが雨王子跡です。はい、湯川神社です。なんか鳥居がめちゃめちゃ低いぞ。今日の記事は湯川神社までで終わりとしまして、御坊駅の方に向かいます。はい、御坊駅に到着しました。今日は、湯浅駅から御坊駅まで歩いてきました。紀伊路の難所と言われている獅子ヶ瀬峠を越えたんですが、獅子ヶ瀬峠を越えるのはまあまあしんどかったんですけど、その後の街歩き中の暑さですね。もうこれが本当に暑くて暑くて、ちょっといくら水を取ってももうすぐ汗でなくなっていくという感じで、本当にこの時期の紀伊路歩きは全くお勧めしませんが、なんとか今日ここまで歩いてこれました。今日から3日間の予定で紀伊田辺に行こうと思ってるんですが、あと2日この調子で歩ききれるかどうかっていうのが本当に心配です。とりあえず今日は一旦これで終了です。はい、じゃあまた明日。こちら温泉館海の里道潮の湯という温泉にやってきました。はい、いいお湯でした。タイのお造り定食です。
白崎海洋公園にやってきました。ここに道の駅があるんで、今日はここで車中泊をします。白崎海洋公園は白い石灰岩と青い海とのコントラストが美しく、日本のエーゲ海と称される絶景スポットです。はい、熊野古道紀伊路の旅、大阪を出発してから6日目になります。昨日はここ御坊駅まで来ましたので、今日はここから桐目駅の方まで歩いていこうと思います。はい、今日も暑くなりそうです。はい、それでは行ってきます。はい、日高川を渡ります。はい、今朝の7時20分ぐらいなんですが、もうこの時点でだいぶ暑いです。はい、そして昨日白崎海洋公園で車中泊したんですけど、もう夏の車中泊は本当暑くて窓を半分ぐらい開けて寝たんですが、そしたら今度蚊がいっぱい入ってきて、もう全身蚊に刺されて全然寝れなかったです。ああいう場合はどうしたらいいんでしょうね。もう窓を開けると蚊が入ってきて、窓を閉めると暑いという、もうエアコンつけて寝るしかないのかっていう感じですけど、今日は早めに桐目駅ゴールして旅館に泊まろうかなと考えてます。お、これか。岩内王子。はい、こちらですね。はい、次の王子は塩谷王子です。ちょっと怪しげなところに入っていきます。はい、森から出てきました。はい、こちらが塩谷王子跡です。塩谷王子は別名美人王子とも呼ばれ、祈願すれば美しい子が授かるという伝説から安産や子宝祈願で知られています。はい、塩谷王子のスタンプをしました。海が見えます。ここはレストランですかね。なんかめっちゃ美味しそうではあるんですが、フィッシュテラス、多分ちょっとお昼にはまだ早いんですね。残念ながら。井戸の中に石仏が3体あるそうです。はい、ありました。上野王子跡です。暑すぎる。どっかで休憩したいんだけど、休憩する場所が全然ないという。やばいわこれ。清姫の腰掛け石、どれでしょうか。どの石が、これがそうかな。この石が清姫の腰掛け石だそうです。はい、
御坊市から稲美町に入りました。相変わらず暑い。今日はあと加納王子、斑鳩王子、切目五体王子、あと3つですね。やばい、茹で上がる。もうちょっとどっかで休憩しないと限界です。もうほんとちょっと思考が停止してますね。頭が働かない。これかな。あった、加納王子。ああ、ずっと涼しい。よいしょ。加納王子です。水王子とも言います。本当はここ海沿いの道を行くのが正しい道なんですが、あっちにコンビニがあるんで、国道沿いを歩いていこうと思います。ようやくコンビニがあった。もう本当茹で上がるかと思った。ちょっと休んでいきます。冷たくて美味しい。だいぶ休憩できました。斑鳩王子でしょうか。あ、そうですね、書いてある。はい、斑鳩王子です。はい、いよいよ今日ラストの王子、切目五体王子の方に到着します。前回の紀伊路の旅で藤代王子に寄ったんですが、それと同じく、五体王子という、格式が高い王子の一つです。はい、こちらですね、切目王子跡。ようやく着きました。はい、こちらに、押印所があります。王子です。はい、それでは、今日は切目駅まで行って終わりにしたいと思います。はい、切目駅到着しました。はい、今日は御坊駅から切目駅まで歩いてきました。とにかく暑い。もう平地を歩いてるだけなんですけど、もう汗がダラダラで、もう水をいくら飲んでも飲み足りないという感じでした。明日は切目駅から紀伊路のゴールである紀伊田辺駅まで歩きたいと思います。はい、あと1日頑張ります。熊野古道紀伊路の旅、今日はいよいよ最終日になります。はい、今日も暑そうですが頑張ります。じゃあ行ってきます。結構天井がギリギリですね。切目駅からしばらく坂を登ってきました。
はい、こちらが中山王子神社。山の中をずっと歩いてきてるので結構涼しくて気持ちがいいです。はい、山を抜けると海が見えました。海岸に出てきました。あった。岩城王子。はい、岩城王子です。千里王子は山の中みたいですね。ここを入っていくのか。そのようですね。まあやっぱ山の中涼しいですね。おー、いい眺め。どっちだ？道がこれか？これっぽいですね。千里王子まで 0.2 キロ。海だ。はい、海に出てきました。これが千里の浜でしょうか。いいですね。ここから、この千里の浜をしばらく海岸沿いを歩いていきます。千里の浜は熊野古道随一の景観と言われる全長 1.3 キロの砂浜で、伊勢物語や枕草子でもその美しさが称えられました。千里王子のスタンプゲットしました。みなべ峠の、石造り地蔵菩薩像ということです。ここがみなべ峠なんでしょうか。はい、みなべ王子です。はい、みなべ駅にやってきました。はい、なんか休憩できそうなところはないかなと思ってきたんですけど、なさそうですね。鹿島神社です。鹿島は沖合に浮かぶ無人島で、島そのものが信仰の対象です。島の形が3つの鍋をひっくり返したように見えることから、現在のみなべの地名になったと伝わります。いよいよ田辺市に入りました。ようやく来ましたね。こちらが
早王子跡のはずです。もう少しなんだけど、もうヘロヘロです。ここにスタンプがありました。早王子スタンプゲットしました。これで、キージにあるスタンプはすべてゲットしました。やりました。19個ですね。ローソンがありました。助かったわ。もう現代の王子と言ってもいいですね。ローソンは。ローソンがないと、もうキージの旅は続けられませんでした。塩堀浜跡ということで、熊野に向かうためにここで、浜で海水を浴びて汚れを払うという塩堀を行ったようです。はい、そしてキージ最後の王子となります出立ち王子です。ここまで来ました。はい、ようやく着きました。こちら道分石です。左熊の道、すぐは大辺地と書かれています。キージをずっと歩いてきて、ここを左に曲がると中辺地に入っていくと。そしてまっすぐ行くと大辺地ということで、キージと中辺地と大辺地の分岐する地点となります。ようやく来た。ここから中辺地を通って熊野本宮に行くのは過去2回ほど動画にしてるんで、もしよろしければそちらもご覧ください。こちらが法慶神社です。東慶神社の名前の由来は、平安時代末の熊野別当湛増が源平合戦でどちらに味方するか迷い、紅白の鶏を戦わせて決めたという伝承から来ています。田辺駅に着きました。ありました。ようやくキージの旅ゴールしました。熊野古道キージの旅、大阪を出発してから7日間かかってようやくここ紀伊田辺に到着しました。キージの感想というと、ほぼ9割ぐらいロードで、日を遮るものが何もないので、本当に暑かったという一言につきます。出発したのは6月かな、まだ梅雨の前だったんですけど、ゴールしたのが7月ということで、本当にもう夏の間は行くのをお勧めしないので、季節がいい時に行くのがいいと思います。平安時代の上皇や法皇は、ここから、中辺地を通って熊野本宮まで、熊野詣に行ったんですけれども、中辺地は過去に何回か通ったことがあるので、私はこれから、大辺地の方を通って、熊野那智大社の方に行きたいと思います。ちょっと夏はもう暑くて歩く気がしないので、もうちょっと秋とか、涼しくなってから
出発しようかなと思います。はい、ではこれで熊野古道 T 字の旅すべて終了です。お疲れさんでした。はい、こちらが扇ヶ浜海水浴場です。潮ごりといって、浜で海水を浴びて汚れを払う儀式がここで行われたということで、今は潮ごり場というので売り出してますね。